こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はダイソーやセリアの100均グッズを使ったカラーボックス収納術15連発をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。一つ目にご紹介するのはこちらの蓋付きスクエア収納ボックスです。以前別の動画で同じシリーズの別のサイズのアイテムもご紹介しましたが、今回ご紹介するのはこちらの深さのある縦長タイプです。側面に持ち手が3箇所ある仕様になっていて、蓋もセットになっているため、こんな風に重ねて使うこともできます。こちらのケースはカラーボックスにぴったりのサイズになっているため、このタイプだと2つ横並びにちょうどよく置くことができます。このボックスにおすすめの活用方法は洗面周りのストック品の収納です。高さがあるため洗剤やシャンプー類の詰め替え用ストックなどの収納にぴったりです。出し入れしやすくするためにあえて蓋はつけずに使うのもおすすめです。またボックスティッシュや掃除用品の収納にも活用できます。色味がホワイトなので生活感を隠しながらすっきり収納できます。続いては突っ張り棒と突っ張り棒用専用棚です。突っ張り棒用の棚も種類が豊富ですが、今回使用するのはこちらのダイソーの商品です。なんとこちらの専用棚はカラーボックスに幅と奥行きがシンデレラフィット。今回は同じくダイソーの突っ張り棒を2本組み合わせて、こんな風に棚に突っ張り棒を取り付けて、さらに好きな高さに調節してカラーボックスに設置したら、こんな風にぴったりの棚板を取り付けることができました。こちらはこの突っ張り棚を傘やカッパなどのお出かけグッズの収納に使ってみた例です。デッドスペースを生かして折りたたみ傘などを取り出しやすく収納できて、その下のスペースにはバッグも一緒に収納できました。続いてはセリアの定番人気商品でもあるこちらのキッチン整理です。サイズは5種類展開されているこちらのシリーズですが、今回は一番大きい L サイズと L サイズの幅半分の M サイズを使います。なんと L サイズはこんな風にカラーボックスにぴったり2つ並ぶ幅になっています。L サイズの代わりに M サイズを2つ分並べて組み合わせてみてもぴったり収納できます。こちらはカトラリー類の収納に使ってみたところです。先ほどご紹介した突っ張り棚の上にこんな風にちょうどよく並べることができました。また文具類の収納にもおすすめです。ペンやハサミ、セロテープなど文具のサイズに合わせてケースを組み合わせて収納できます。続いてはこちらのぴったりバスケットです。ダイソーで売られているこちらのバスケット、幅の広い方の側面には持ち手が2箇所ずつ、幅が狭い方の側面には1箇所ずつの計6箇所持ち手がついている仕様になっていて、幅も奥行きもカラーボックスにぴったり収まるサイズになっています。また高さも8センチと浅めになっているので、こんな風に突っ張り棒を2本取り付けて、その上に乗せて使うこともできます。こちらはお出かけ小物の収納に使ってみた例です。お財布や鍵などお出かけの時に必ず持っていく小物をケースにまとめて、バッグの上のデッドスペースに収納すれば、バッグの中身を入れ替えたい時も忘れ物することなく収納できます。またキッチンで細々した消耗品を収納したい時にも便利です。突っ張り棚にはラップ類を収納して、その下のスペースにバスケットを置けば、ゴミ袋などの消耗品も取り出しやすく収納できます。続いてはこちらの布製収納ボックスです。ダイソーで売られているこちらのアイテム、今回は高さ16センチのタイプを使用しますが、サイズ展開が豊富なので収納したいものに合わせて選べます。幅が広い方の側面に持ち手がついているため、カラーボックスに大きさがぴったりなだけでなく、置いた時に取り出しやすく収納できます。こちらは子供服の収納に使ってみたところです。子供服であれば2列に並べて収納できました。高さが少し浅めなのでお子さんでも出しやすく収納できます。続いてはこちらの A4 ラックです。
100均各店で売られているこちらのアイテム。縦型のタイプもありますが、今回は横型を使用します。商品名の通り A4 サイズの用紙がぴったり収まるこちらのラック。上側に穴、裏側に爪がついている構造になっているため、こんな風に上に重ねて使うこともできます。横幅も奥行きもカラーボックスにぴったりなので、重ねたものをカラーボックスと組み合わせるのもおすすめです。ちなみに爪の位置をずらして重ねれば、使わないときはコンパクトに収納しておくこともできます。こちらはお子さんのプリントの収納に使っているところです。お子さんが学校から帰ってきたら、ここにプリントを出しておいてもらう仕組みにするのもおすすめです。また、プリント以外にお子さんのお絵かきグッズの収納としても使えます。画用紙やクレヨン、折り紙などが取り出しやすく収納できました。続いてはこちらの積み重ね整理棚です。いわゆるコの字ラックとしてよく見かけるアイテムですが、今回使用するこちらのダイソーの商品は、なんと幅も奥行きもカラーボックスにぴったりで、ちょうどよく空間を仕切ることができます。ちなみに使わないときは足を折りたたんでコンパクトに収納できます。こちらはキッチンでフライパンやお鍋の収納に使っているところです。ラックの上には高さの浅いフライパン、ラックの下には少し高さがあるお鍋がぴったり入りました。また、食器の収納としても活用できます。ラックの上には平らなお皿、ラックの下にはお椀などが重ねて収納できました。続いては、こちらの収納ボックス持ち手付きです。セリアで売られているこちらのアイテムですが、M サイズはカラーボックスにぴったり2つ並ぶ大きさになっています。ちなみに S サイズはカラーボックスに3つ。L サイズはカラーボックスを横向きに寝かせた時に幅がぴったりになるサイズです。こちらはこのボックスをタオルの収納に使ってみたところです。こんな風にフェイスタオルが5枚ずつちょうどよく収まりました。洗面所収納にカラーボックスを活用したいお宅におすすめです。続いてはこちらのコーデュロイカラー収納ボックスです。ダイソーで売られているこちらのボックス。商品名の通り外側はコーデュロイの可愛いデザインになっていて、内側もコーティング加工されているため、とてもしっかりした素材になっています。幅が広い方の側面に持ち手がついていて、サイズもカラーボックス1マス分にぴったりでちょうどよく組み合わせられます。こちらは部屋着の収納に使ってみたところです。カラーボックスに入れてしまえば中身を隠せるので、散らかりがちな部屋着もすっきり収納できます。また、ぬいぐるみの収納にもちょうどいい大きさ。かさばるぬいぐるみもたっぷり収納できました。続いてはこちらの折りたたみ PP ボックスです。セリアで購入できるこちらのアイテム。これも組み立て式で、平らな状態から組み立てて使いますが、側面に溝と爪がついている仕様になっているため、こんな風に連結させて使うこともできます。今回使用するキューブスマートはカラーボックス1マスに3つぴったり並ぶ大きさ。横向きだけでなく縦向きにして使うこともできます。また、サイズ違いでスマートという商品もあり、こちらは1マスに4つ並ぶ幅になっています。こちらは CD の収納に使ってみたところです。CD に幅がぴったりだったので、ちょうどよく仕切りながら収納できました。さらに縦向きに置いてインナーや靴下の収納としても使えます。タンクトップなどのインナーを重ねて取り出しやすく収納したり、タイツや靴下もお店のディスプレイのように重ねて収納できました。続いてはこちらのワイヤーバスケットです。ダイソーで売られていて300円商品ではありますが、とてもしっかりしていて高級感があるこちらのアイテム。なんとこちらのアイテムも実は幅と奥行きがカラーボックスにぴったりの大きさになっています。さらに持ち手の部分を内側に倒すと、こんな風に重ねて使うこともできます。2段に重ねた状態でもカラーボックス1マス分にぴったり収めることができました。こちらはキッチンで根菜や朝ごはん用の食品を収納しているところです。下段には新聞紙を敷いてお芋や玉ねぎなどの常温保存の野菜を収納。
そして上段にはバナナやパンなどの朝ごはん用の食品が収納できました。続いてこちらはシューズボックスです。セリアなどの100円ショップで購入できるこちらのボックス。これも組み立てて使うボックスになっていますが、側面が手前側に開くので、重ねた状態でも中の靴が出し入れできるようになっています。こちらのボックスはカラーボックスにギリギリ2つ収まる幅になっていて、さらに上にも2段重ねて収納できるため、1マスに最大4つ並べて使うことができます。ちなみに中に収納する靴は最大29センチのサイズまで対応しています。こちらは玄関に置いて靴の収納に使ってみたところです。下駄箱が小さく、あまり靴が収納できないお宅は、カラーボックスと組み合わせて下駄箱代わりに使っても便利です。続いてご紹介するのは、こちらのワイヤーディッシュラックです。セリアの定番人気商品のこちらのアイテムですが、実はカラーボックスに2つぴったり並ぶ大きさ。また逆向きにすればこんな風に吊るし収納としても使えます。こちらは食器収納として使っているところです。ラックの下は浅めなので平皿の収納に。ラックの上は高さが十分にあるので深めのボウルなども収納できました。また吊るして使えばキッチン用品や本も収納できます。置き場に困りがちなキッチンスケールを収納したり、単行本サイズのレシピ本も取り出しやすい場所に収納できます。続いてはこちらの窓付き収納ケースです。セリアで購入できるこちらのケース。カラーボックス用として売られているため、持ち手も手前側についていて、カラーボックス1マス分にぴったり収まる大きさ。また、ケースの上の部分は透明になっているため、中身が見えるのも特徴です。こちらはオフシーズン服の収納に使っているところです。厚手のニットやスウェットが6枚程度収納できました。窓付きなので引き出した時に中身が見やすいのが便利なポイントです。また洋服以外にオフシーズンの毛布の収納にも使えます。畳み方を工夫すればこんな風にシングルサイズの毛布もぴったり収納できました。押し入れやクローゼットがないお部屋で収納したい時にも便利です。そして最後はこちらの蓋付きクリア収納ボックスです。こちらもセリアで購入できるアイテムですが、高さ 12.5 センチと浅めのサイズになっています。そのため、カラーボックス1マスにケースを2つ重ねて収納することができます。こちらはお下がりの子供服を収納したところです。サイズ別や種類別に分けて分かりやすく収納することができるので、使うときに必要な種類の洋服だけさっと取り出せるのが便利です。いかがでしたか？カラーボックスにぴったり組み合わせられる収納アイテムがたくさんありましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。